皆さんこんにちは。今回は近畿地方4県目となります和歌山県の紹介をしていきたいというふうに思います。今回の和歌山県なんですけれども、前回の三重 Vlog に引き続き2つの動画に分けてご紹介していきます。今回の動画では世界遺産の高野山を中心にお届けしていきますが、最後には和歌山城なんかも、言っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。早速なんですけれども、皆さん高野山と聞いてパッとどんなところか思いついたでしょうか。僕はですね、実際高野山に行くまでは名前は聞いたことあったんですけれども、実際どんなところかっていうのは正直、知りませんでした。知らなかったんですけれども、ただ実際にこうして旅行へ行ってみて、こういうところもあるのかとか、高野山ってこういうところなんだっていうのが、分かりましたので、全部が分かったわけじゃないんですけれども、皆さんにご紹介できればなというふうに思います。ここ高野山は世界遺産ということで、国内外問わずかなり人気な観光地となっておりますが、その中でも今回は奥の院と呼ばれる場所を中心にですね、ご紹介できればなというふうに思います。で、この奥の院と聞いて、奥の院って何って思った方がいらっしゃるかと思うんですけれども、めちゃくちゃ簡単に言うとお墓です。お墓なので、かなり詳しく紹介するには、例えばですよ、右側に見えますのが誰々のお墓でございます。左側に今見えておりますのが誰々のお墓でございます。こんなことをですね、いくら YouTube といえどもですね、それはちょっと僕的にはなしかなっていうふうに思いますので、そんなに詳しく説明するのはやめておこうかなというふうに思います。なので今回は、こうして映像を楽しんでもらいながら、いつも通りに雑談をしていこうかなというふうに思っております。雑談といってもですね、もうすでに話のネタがなくなってきておりますので、何か質問とかですね、皆さんからいただけるとものすごく嬉しいです。今回のこの和歌山の旅なんですけれども、初日はかなりいいペースで進んでいて、その夜にですね、ある事件が起きてしまいました。一言で言うとですね、食当たりです。そうなんですよね。この日はですね、晩ご飯におでんをいただいたんですけれども、そのお店が、おばちゃんが一人でやってるお店で、かなり人がいい方だったので、もちろん話も弾んでましたし、で料理もすごく美味しかったんですよね。ですごく美味しかったので、なんでか知らないんですけど、おでんが食べたくなって、でおでんといえば僕大根がめちゃくちゃ好きなので、大根ください。でおばちゃんがすごい、あんたよく食べるねと。いや僕日頃全然食べないんですよ。ここ本当に美味しいんで、もうなんかおでんも食べたくなっちゃって、なので大根お願いします。でその出てきたおでんがですね、真っ黒なんですよね。僕一眼レフ使ってるんですけど、普段撮影の時にもう一眼レフぐらい黒かったです。だからよく大根でこう染みれば染みるほど美味しいっていうので、でもその染み方でもし黒くなったんであれば、どっちかというとこう真っ黒っていうよりは、茶色、そういう感じになると思うんですけど、本当一眼レフぐらい黒かったんですよね。でそれが実際目の前に出てきてですよ、どうしようかなと。でこの日は2人で実際撮影をしていたので、ちょっと友達の方を見ながら、無言でどうするって問いかけたら、いやこれは食べるしかないだろうと。無言で友達からも帰ってきまして、でも僕も食べようと。でも一口食べた時から味がおかしいなっていうのは気づいてたんですよ、実際。ただおばちゃんがめちゃくちゃ笑顔で、どう？美味しい？美味しいが言えないでしょこれ、実際にその場にいたら。結構おばちゃんとも仲良くなれてたんで、言ってあげた方がいいのかななんていうことも少し思ったんですけど、おばちゃんの愛嬌があれば何でも許されるかなっていうところで、特にそれには触れずに帰ったんですけど、帰ってからもう2人がトイレに行きまくりで、帰りの車なんかっていうのは、はい高速道路乗りました、サービスエリア寄ります、ちょっとトイレ行ってくるね、はいまた車走らせます、ごめんちょっとお腹痛い、サービスエリア寄ってくれる、分かった、はいまた車走らせますの繰り返しで、
帰りまでにですね全サービスエリア制覇しました。ありがとうございます。さすがにこれだけ旅をしているんでサービスエリアなんかも行く機会めちゃくちゃ多いんですけど、帰りの道中のサービスエリア全部寄ったの初めてでしたね。一緒にいた友達とは今でも笑い話になってますし、これもかなりいい思い出になったなと、今振り返ってみればそういう風に思いますね。あともう一つ和歌山での思い出として話したいことがありまして、実はそのお店でどんだけそのお店のこと話すのかいと、すいませんちょっと聞いてください。本当にすごい出会いがあったんで、そのお店で友達で2人でご飯を食べている時に男3人組が、店に入ってきたんですけど、もう見るからに悪そうな人なんですよね。もうこれ偏見で本当に申し訳ないんですけど、もう多分これ誰が見ても悪そうだなっていう人なんですよね。でもなるべく、目が合わないようにしようっていうことで、もう全然もう意味わからないぐらい僕右の方向いてご飯食べてたんですけど、カウンターでですよ、カウンターってこうまっすぐ座るもんじゃないですか普通。それなのにその男の人たちに絡まれたらまずいと思って僕右の方向いてご飯食べてたって今思い返すとめちゃくちゃ面白いんですけど、その男の人たちにいよいよ絡まれる時が来まして、これはまずいなと、なんて言われるだろう、どうしよう、そう考えてたらですね、旅行で来たのと、どこから来たのと、そういうことからこう会話が弾んでいき、最終的に連絡先を交換するまで仲良くなりました。きっとこの動画も見てくれてると思うので、あえて最初悪いように言わせていただきましたけど、逆にそれが言えるぐらい本当に仲良くなって、最初にご飯を食べていたお店で、じゃあお疲れ様でしたと、僕たちもう帰りますんでってなった時に、何言ってるのと、2軒目一緒に行こうよということで2軒目まで一緒に連れてってもらいました。やっちゃん本当にあの日はありがとうございました。すいませんつい名前を言っちゃったんですけれども、こういう出会いがあるのも旅行の醍醐味の一つかなっていうふうに僕は思ってます。ということで本当にいろいろなことがあったその一夜だったんですけど、そこだけ逆に撮影して載せたいぐらい充実していて、本当に今振り返ってもめちゃくちゃ楽しかったなって心から思える、そんな一夜でしたね。少し話は変わるんですけれども、今日本ではかなり円安の状況が続いております。これはですね日本人の方からしたらですね、僕も含めてなんですけれども、物価もかなり上がってますし、痛い状況なんですよね。ただ海外の方からしてみると円安ということで、例えばドルに対して、日本円が安くなっている状況なので、数年前とかよりもかなりお得に日本へ旅行へ来ることができる状況です。ですので、ぜひですね日本に来たことがないっていう方はですね、旅行で一度、来られてみてはどうかなっていうふうに思うんですけれども、日本はですね基本的にどこに行っても綺麗ですし、ご飯も美味しいですし、そのあたりも含めて日本ならではの雰囲気を感じてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で実際一番多かったところで言えば京都とかなんですけど、こうして全国を旅しているとかなり多くの海外の方が日本へ遊びに来てくれてるなっていうのを感じます。でぜひこのチャンネルも参考にしていただいて、ここ自分が行ってみたいなっていうところがありましたら、そちらの方へ遊びに行かれてみてください。日本人の方もですね、実際物価が上昇したりですとか、なかなか賃金が上がらないとか、いろいろな問題があってすごい大変なのは僕も含めてそうなんですけど、旅行先でやっぱり必要なのってホテルとか旅館だったりすると思うんですけど、今めちゃくちゃ安いホテルとかもあるので、そういったところも今後動画で紹介していければなというふうに思っております。今ですね美味しそうなうどんと炊き込みご飯が映っておりますけれども、美味しそうなというかめちゃくちゃ美味しかったんですけどね、これ今まで食べたうどんの中で一番うまかったです。でこれ今まで飲んだ中で一番うまい豆腐シェイクでしたね。豆腐シェイクは初めて飲みましたけど、本当にこれめちゃくちゃうまかったんで、高野山へ遊びに行かれた方はぜひ今の店行かれてみてください。何の話でしたっけ？すいません、大丈夫です。あまりにもですね先ほどのうどんと炊き込みご飯と豆腐シェイクが本当冗談抜きで美味しかったんで、
ちょっと話が飛んじゃったんですけれども、新企画が始まりますというのをですね、以前から告知の方をさせていただいております。でその新企画、ざっくり言いますと、今まで回った西日本で、僕がもうちょっと行ってみたいなとか、皆さんが、ここをもうちょっと深掘りしてほしいなっていうところにもう一回行って、実際そこをもっともっと深掘りして楽しもうじゃないかと、ざっくり言ったらそういった企画なんですけど、5件ほど、絞って回りたいなっていうふうに思っておりまして、1個は前回の動画で言ったんですけど、福岡県の博多市、ここ僕何回も遊びに行っていてめちゃくちゃ好きなとこなんですけど、以前紹介した福岡 Vlog では、そんなに深掘りすることなく、終わってしまったので、今回ちょっと行きたいなっていうふうに思ってます。残りの4件に関してなんですけれども、もう一度僕が行ってみたいところも含めて、視聴者の方がここもうちょっと深掘りしてほしいよと、ここもうちょっと見てみたい、そういったところをぜひですね紹介できればなっていうふうに思っておりますので、前回も、アナウンスの方はさせていただいたんですけれども、今回の動画でも、どこどこ県とか、何々市とかでもいいので、どっか紹介してほしいっていうところがあれば、ぜひですねコメントの方をしていただけたらというふうに思います。その新企画ではですね、先ほどのうどんに負けないぐらい美味しい食べ物であったりですとか、少しさっき触れたんですけど、旅行で必須となってくるホテルであったり、旅館であったりっていうのもですね、ちょっとずつこう幅を広げて紹介していければというふうに思っておりますので、新企画が始まるのを楽しみに待ってもらいつつ、ぜひ皆さんにも参加していただければというふうに思っております。はい、ということで今回は近畿地方4県目となる和歌山県に場所を移して紹介してきましたけれども、いかがだったでしょうか。世界遺産の高野山を中心にここ和歌山城と2カ所をですねお届けしてきましたけれども、和歌山県他にもですね、かなりのスポット実は回っております。次回の動画ではそんな残りの和歌山のスポットをですねギュッとまとめてお届けしようというふうに思っておりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければというふうに思います。これもまた世界文化遺産に登録されております熊野古道であったりとか、新鮮な魚介類がもう堪能できるトレトレ市場というところであったりと、めちゃくちゃ海が綺麗な白浜温泉であったりとかですね、もうかなり素敵な場所残っておりますので、こちらも期待しておいてください。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。インスタグラムの方もやっておりますので、ぜひインスタグラムやっておられる方はフォローの方お願いします。チャンネル登録と高評価も忘れずよろしくお願いいたします。それではまた来週。